柳田国男が岩手の伝承を書いた遠野物語にこんな話があります。旧家には座敷わらしという神が住む家が少なくない。この神は12歳くらいの子供で、時々人に姿を見せる。現在では座敷わらしは神というより妖怪の一種だとされています。しかし悪い妖怪ではありません。座敷わらしがいる家庭は裕福なので、福の神のようなものだと考えられています。遠野物語はこう続きます。山口孫左衛門という人の家に女の子の座敷わらしが2人いるというのは有名だった。ある年、同じ村に住んでいる男が見慣れない女の子2人に会った。どこから来たのか聞くと、2人は孫左衛門の家から来たと言った。どこへ行くのか聞くと、遠い村の豪農の家へ行くと答えた。それで男は、孫左衛門の家は衰退すると思った。それからしばらくして、孫左衛門の家族と使用人は毒キノコに当たってみんな死んでしまった。私が東京で短期バイトをしていた時の話です。同期にいつも疲れた顔をした人がいました。よく見るととても美人でしたが、いつも悲しそうで笑顔を見せたことがありませんでした。休憩時間が同じ時、私たちはよく話をしました。彼女はご主人と3人のお子さんたちと暮らしていると言いました。ご主人も同じ会社で同じ仕事をしていました。前の夫のうちには座敷わらしがいたの、と彼女は言いました。前のご主人は東北の人で、彼女はご主人の実家でご両親と一緒に暮らしていたそうです。座敷わらしって子供にしか見えないって言うでしょ。私は気配を感じただけだったけど、子供たちはよく見ていたみたい。でも、ある時、座敷わらしがいなくなってしまった。その後しばらくして、彼女は自分の浮気が原因で離婚したそうです。それからその浮気相手と結婚して、引き取った子供たちと一緒に東京へ来たのだと言いました。この話を聞いた頃から、彼女の顔にあざがあることが多くなりました。しばらくして、彼女の子供たちが保護施設に連れて行かれたと聞きました。ご主人の家庭内暴力が原因だそうです。彼女も私も間もなくその仕事を辞めたので、その後彼らがどうなったのか知りません。彼女の話が本当だったのか、それとも全部嘘だったのか、私にはわかりません。ただ、今でも時々思い出して、彼女は今どうしているだろうかと心配になります。